ざっくばらんにみんなでこう話したりご質問したりしながらやっていきましょう。はい。ということでね、今日の生徒の皆さんです。よろしくお願いします。ちょっと来れなかった皆さんもまだいらっしゃるんですけど、はい、すいません。よろしくお願いします。はい、そうですね。あとはステンレスもちょっとあえて分かりやすくするために目安の話ですよね。はい。まず円が大きいやつが長切れするんで、左下のやつですね、ZDP、SG2、SRS15、この辺りが粉末ハイスと呼ばれる、そう、ここ10年めっちゃ気にしてるやつ。僕もなんですよ。ギチギチで硬いこれ。そう。その業界ではやっぱり共通の感じがあるんですよ。いや、たどり着いちゃう。インターネットで情報を探してたらたどり着いちゃう。一緒なんですよ。今高い包丁に使われやすいので、すごい興味あるお客様は確かに多いなと思いますね。ステンレスの方がやっぱなんていうんですか、いいものって言ったらステンレスの方が高くなるんですか？高くなります。高くなります。やっぱ添加物入ってるものとか、全然その工程にかけるテクノロジーが全然やっぱ違ってくるので、ステンレスの方が同じ実力やったら高いです。そうですね。で、変動要素ってあるんですけど、焼きの入れ方、これがもうやっぱ各メーカーで全然違ってて、そこに出す注文っていうのが各社違うんですよね。だから、あんまり壊れにくいようにちょっと柔らかめに焼き入れてくれっていうこともできるし、もうガッチガチに切れ味いいから2割ロスになってもいいけど、そのコードで入れてくれとか。なるほど。あんまり極限までやるとバキーンってなったりすることですね。で、正直粉末ハイス系はどっちかですね、割とかけやすいというか割れやすいものも多いし、逆にこの鋼材名が使いたいがためにちょっとこう弱めにしてるやつもあるんじゃないかなって個人的には思いますね。じゃあその枠に入れることに価値があるぐらいの鋼材ができてるってことですね、ステンレスだからね。いや、だから結構値段も違いますよね。違いますね。でも素材でも全然違うっていうことですね。あれですね、やっぱ素材の名前が男心くすぐられないですよ。白髪とかの方がいや、俺はくすぐられるよ。くすぐられますよ、先生。ちょっとすみません、ちょっとまだそこまでたどり着いて一般人すごい。あとは硬くやりすぎると、今度はその刃がつけにくいんですよね。だからこう鋭い刃をつけようと思うと、すごくこうシビアな作業が要求されて、ギリギリ攻めるとすぐ割れてしまったりとか、ちょっとだから甘いやつとかをこの鋼材名つけて売ってるやつもちょっとあるのかなって、ちょっと販売店目線ではね。なるほど。実際にこの粉末ハイスで作ったキチキチな硬い包丁で使ってみた方の感想とかってフィードバック来たりしてますか？来ますよ。だからいろいろですね、めっちゃ長切れするっていうのもあるんですけど、いやこれ V 字っていうのがええんちゃうかっていう方もいたりはしますね。だから刃物屋としては高いやつ売りたいっていうのが多いと思うんですけど、そうなるとやっぱ新しい鋼材は進めるとは思うんですよ。ただやっぱ職人さんとかフィードバックとの兼ね合いで包丁って育っていくんで、まだだからちょっとこれからの素材っていうところですね。じゃあと思いますね。さっきの白髪が一番こう出来上がっていくっていうのと、またそのスタートにいるところだったりですね。そうですね。右下にちょっとモリブデン鋼とかイノックス鋼って呼ばれてるのは別に鋼材の名前ではなくて、さっきちょっと表で出てきたこの、より複雑なやつ出てきましたけど含まれてるやつを総称してモリブデン鋼って呼べる鋼材なんですね。でも大体モリブデン鋼って呼ばれてるやつはイメージ左上のオース6から VG1 の間ぐらいに入ってる感覚かなっていう。結構粘りが強い包そうですね。研ぎやすさもあるし、割と粘りが強い。すぐ刃つく感じする。ですね。このテンションで僕らもう突っ走るんで。大丈夫。女子大丈夫。いや僕で言ってる感じで一般人的感覚をこの今入れてもらってるところです。僕がちょっと暇そうにし始めたらちょっとやばいなってすごいですね。これもだから赤が切れ味というか長切れに関するグラフで、青が脆さで、緑が人生ですね、粘りとか大麻猛性で、
紫というかピンクに近いやつが、耐食性ですね、錆びにくさなんですけど、さっき剥がれる 0. 何ぼとか青子では 0.4 だったのがこっちだと10以上、10倍以上ですね。そうです。錆びにくいステインレスだもんね。そうです、スペインです。あ、そうなの？そういうことなんですね。そうそうらしい。それでステンそう、それでステンレス。あとはだからまあ最近なんですか、ハイカーボンステンレス鋼。ああ、聞いたことある。それもだからあんまりこうコーナーの名前出しちゃうとやっぱこう、もうじゃああれと一緒なんちゃうかなって思うけど、さっき言ったみたいに焼き入れの仕方とか全然違うねんから、そこはもうあえて出さずに、まあカーボンがたくさん入ってるステンレス鋼ですよっていうのがハイカーボンステンレス鋼と呼ばれたりします。あとはコバルト鋼とかも使ってるとこあるのは、コバルトが添加されている素材を使ってたら、まあ、コバルト鋼と呼べる。ああ、なるほど。でもその、まあ、実はこの表に当てはめてみたらこの鋼材に近いよみたいな感じにはなったり。そうです、まあ、同じとはやっぱり言えないですね、公開されてないので、ただやっぱり傾向的にはちょっと近いのかなって思いますね。まだ非公開っていうのはまだ決まってなかったりするっていうところがあるんですかね。粉末ハイスコで技術的にものすごい複雑な、まあ、焼き印学みたいなところなので、今はまあ非公開とはされてるんですけど、実際この辺りを使ってやってるのかもちょっとメーカーさんに詳しく聞いてもらった方が。じゃあまだこれからのものなんですね、やっぱり本当にきっと。そうですね、他のより会社さん多いんですね、製鉄会社ね。そうですね、やっぱステンレスの方がニーズが今高まってますので、そうか、いろいろ増やしてるかなって思いますね。ホームセンターとかで売ってるやつっていうのは、まあ大体多分オース6か8かそのあたりの感覚ですね。ただまあさっき言ったみたいにハムスっていう方とか、焼きの入れ方でそれがこう VG10 よりもこうすごく切れたりとかっていうこともまああり得る。そうだよね。そうです、越前ですね。竹生っていう地方がすごく今包丁作りで盛んな場所なんですけど、まあそれはこの竹生特殊鉱山があったのが非常に大きい。なるほど。鋼材作っては職人さんに渡して試してもらってっていうのを繰り返されてるので、すごい深い話なんです。いやこれじゃあめっちゃ貴重な動画になりますよ。まあでもこんだけ料理やってる人の中でも興奮するのがこれぐらいだった。超ニッチ。でまあさっき言った白二鋼っていうのがまあ職人さん知見溜まってますよっていう話でしたけど、VG10 とか銀酸、まあ和包丁だと銀酸あたりが今ステンレスだとそういう鋼材に当たるのかなって思いますね。いやそうですよね。なんか価格もこなれてますよね、VG10 のやつとかって。そうですね、ある程度、まあ、粉末配送に比べたら全然手頃な金額で、まあ、そういうのはやっぱ大量に仕入れて大量に作るっていうのをちゃんとできれば、まあ、お値段も安く出せるので。ある程度も普通にまあわかりますけど、まあわかりますね。でまあ、あとさっきのお話とかぶっちゃったんですけど、まあ、銀酸はすごく古い素材ではあるんですけど、すごいステンレスには珍しい特性があって、ハンマーで叩くとちゃんと伸びるんですよ。で VG10 とか他のステンレスって形は変わるんですけど、中の組織の結びつきっていうのはそんなに強くならないみたいですね。職人さんの感覚なんですけど。じゃあさっきのその鋼はやっぱり叩かないとダメっていう感じなんですか。硬くなってくる。最初これちょっと横に置かせていただいたんですけど、最初これなんですよね、和包丁。もうだから鉄ですね。こっちが柔らかい鉄で、こっちが鋼の鉄。多分ご覧になったとかも分かると思うんですけど、最初このサイズのやつをここまで伸ばすんですよね。この段階で中の組織が結びつくのが強くなったりとか、研ぎやすさを出したり硬さを出したり、あとはまあ曲げに強くなったりっていう特性が追加されるんですけど、それが銀酸だけ鋼と同じように、同じとは言わないんですけど、ちょっとその鋼っぽさがあるっていうので、和包丁ではいまだに代表的なステンレスの素材になってます。じゃあ結構切る感覚としても鋼に近い感覚って言われてますね。で VG10 っていうのはまあ長切れもする、まあ後でお話しするんですけど、包丁が減ってきた時も VG10 って切れてくれる、まあさっきの甘切れに近いんですけど、そういう特性があるんじゃないかなって言われてますね。あとは研ぎも比較的しやすい。あとはまあ粉末ハイスに関しては、まあすごい高級な包丁も多いし、まあ男心はくすられる、売られるし、僕らもまあ
お値段が高いから売りたいんですけどでもやっぱまだちょっと、料理人さんのフィルムぜひ、使っていただいて、フィードバックを待ってまた職人さんとこう改良が必要な素材なのかなっていう感じはありますね。包丁にもステンレスってあるんですね。あります。全部今僕銀さんです。出刃包丁。ただ切り応えでいうと鋼の方が最初の食い込みっていうんですかね、使っていくんですけど、銀さんなんていうんですかね、ちょっと表面を舐めるような感覚っていうんですかね、こうスルッと滑るような、なんか僕そういうイメージ。素晴らしい。ステンレスの出刃って使われました？いや、使ってないですね。多分よりそれが強いと思うんですよ。まだだから銀さんの方が鋼に近いって言われるのは多分そこなんですけど、やっぱりでも今おっしゃったように白鋼のガンガン焼きがちゃんと入ったやつと銀さん比べたらやっぱ白鋼の方が切れ味いいと感じる方が多いですね。素材の話の最後なんですけど、構造の違いですね。ちょっと今和包丁じゃなくて洋包丁の形の話だけなんですけど、全鋼っていう作り方とクラットっていうこれクラットっていうのは鋼材の種類ですねと鍛造っていう工程が違ったりします。工程っていうのは構造が違ったりします。まず全鋼なんですけど、鋼で全て作られている包丁を全鋼の包丁って言います。構造は本焼きと同じなんですけど、ご存知だと思うんですけど、本焼きの工程ってものすごく難しいので、あんまり同じにはしないかなと思います。厳密に言えば違うけど構造的には同じ。そうです。で、これはやっぱり特徴としては全部鋼なので、その切った時の感覚は全部手に伝わってきてくれるので、しっかりした切れ味っていう、印象を持つ方が多いです。あとは峰のところまでこう薄く作れるんですね。もちろん鋼だけなので、挟み込むと、いろんな加工ができるんですけど、どうしてもちょっと分厚さが出てしまうという部分があります。それもでも包丁によって違うんですけど、傾向的にはあるかなと。で、真ん中のやつがクラットっていうやつなんですけど、今すごく流行してると言っていいと思うんですけど、こういうダマスカス模様、めっちゃかっこいいんですけど、これは両側から軟鉄で挟み込んで作っているので、どうしても例えばここに土目っていってハンマーでこう模様を出したりとか、そういう遊びを作らないといけないので、どうしてもやっぱりちょっと分厚くなってしまうんですよね、この峰の部分が。世の中のそのステンレスの包丁とかのほとんどはやっぱりこういうクラット構造になっている。そうですね、なんか洋食というか、フレンチとかだといまだにやっぱみそのさんとか、全鋼の包丁も多いかなと思うんですけど、ご家庭用とかだとやっぱりそうですね、おっしゃる通り、このクラットで作られたものが非常に多いかなと思いますね。鋼自体が少なくて済むから安いですか？こっちの方が安い。一概にも言えないですかね。クラットの方がその加工にはやっぱり技術が使われてて、DP 法っていうんですけど、錆とか欠けがあっても中まで届かないような加工になってるんですよ。なので、値段はまちまちか。まちまちですね。例えばそうですね、100均とかの包丁とかは構造でいうと全鋼なんですけど、それはクラットにはできないっていう感じですけど、例えば5000円超えて1万円前後ぐらいまでになってくると、全鋼とクラットだったらどっちの方が高いかって言ったら、多分クラットの方が加工されてるものが多いので、下手したらクラットはもしかしたら高いかもしれないですね。あとは鍛造ですね、もうさっき言ったこういう状態から叩いて伸ばして作る包丁っていうのが、大阪の堺市だったりとか、新潟県の三条市ですねとかで、主流というか、どの地方もどの包丁も作るんですけど、強みを持っているのはこの辺りの地域かなと思います。コココロチャンネル。続いて製法編。さっきお伝えした通り素材だけではないので、やっぱり刃地、刃付けまでの工程とか、刃付けで切れ味って大きく変わりますよ。研げばもちろん切れるようになるので、そういうところをちょっとご説明させていただきたいと思います。ちょっとここはさらっとなんですけど、まずその刃地、刃付けまでの工程で形をきれいに仕上げてあげることで、その後の加工性っていうのが変わってきます。さっきこういう素材をハンマーで叩いて、こういう一
1枚の板に切り出します。これも後で見ていただいたらいいかなと思うんですけど、よく見るとちょっとこことここで境目があると思います。はい。また後で、はいはいはい。よかったらね、回していただいて。飛ばしちゃいましたけど。興味がすごすぎて。こういう状態からまずこれにこんぐらいにするんだ。こうやってこう持ち手のところですね、中ほ出しって言うんですけど、こうやって、もう一回こう鍛造して、さっき言ったそのしっかり組織を締めて、で表面を削ってあげてこの状態にして、でそれを冷炭って言って、もう一回生してのは、1日2日かけて温度高いやつを下げるんですね。冷やす。それでまた組織を固めて、それを冷たい状態で叩くことで組織をより強固にして、いい技術だ。それを切ってこの状態にするんですけど、ここですね、ここが綺麗になってないと、焼きも入れてこの状態なんですけど、これが綺麗じゃないと、その後の研ぎ師さんの作業工程って全然やっぱ変わってくる。例えば根元から先に行くに従ってちょっとずつ薄くなっていくとか、ここを割と綺麗にしてあげないと、研ぐ時もちゃんと砥石が当たらなくて形が悪い包丁になってしまうとか、薄くなっちゃうとかね、そういうのが出てくるので、鍛冶と刃付けの技術。じゃあこの鍛冶の職人さんっていうのと、それをこの研ぐ職人さんっていうのはやっぱり全然別の仕事っていう感じですか？堺ではそうです。結構その地方によって違って、堺っていうのは刃物産業があるから、そうやってこう役割が分かれてたんですね。ただ、野鍛冶って呼ばれてる人がいて、ある地方で、金属を使った例えば脇と桑とか包丁作ってくれって言われたら、その人のために簡単に作ってあげるような地域に1人ぐらいずついたんですね。それが今まで続いている人たちっていうのは、最初から最後まで全部やるっていう会社とかそういう職人さんもいらっしゃいますね。ただどっちにしてもやっぱりその工程に入る時の形の綺麗さ、料理でいうと下ごしらえちゃんとできてるかどうかみたいなので最後の味が変わってくるみたいなところがあります。でその時の荒叩きって言ってさっき言った固めた段階でどんだけ叩いてあげるかで組織の結びつき方が変わるので、包丁の切れ味とか、折れに曲がりに対して強かったりとか、研ぎたい時にちゃんとしっかり刃が削れていってくれるとか、そういうところに影響が出てくる。あとは焼き入れですね、メーカーさんによって、設定する温度が職人さんによってもこのタイミングで水につけようとか、そういったところが全部変わってくるので、焼き入れをしすぎるとボロい包丁になりますし、焼き入れが、少ないと甘い包丁ですね、長切れしない包丁になってしまう。なのでこういうところでかけてる工程っていうのは全然地方メーカー職人で変わってくる。そこで包丁の実力も変わってくる。いや、鋼材だけじゃない、全然ないですね。こだわりって結構いろいろあるみたいで、さっきコークスのお話ちらっとされると思いますけど、うちはもうコークス使わんでみたいな、もう炭だけやねん、うちはそっちの方がええ包丁できんねんっていう方もいらっしゃるし、あとはなます時も、生す機械みたいなのを使われるところもあれば、天然の藁をわざわざ仕入れてきて、藁の中に突っ込んで、でそれが灰になってこう温度の下げ方をちょっと抑えるんですね、ちょっと徐々に抑える、そっちの方がちゃんと硬いインチになるんやっていうのとか、なんかマイナスの温度でやるサブゼロ処理みたいなのとかも。そうですね、サブゼロ処理は洋包丁の工程でもおっしゃる通りで、なます温度とかも、例えば、高度でいうと、62まで入る素材を62ギリギリまで入れるのか、58で止めてあげるのかとか、その辺の考え方が職人さんメーカーによって違うので、鋼材の名前が同じでも、包丁の仕上がりには差が出てくる。なるほど。難しいのが、よく職人さんが言うんですけど、硬けりゃいいもんじゃないと、やっぱり切れるか切れへんかも違ってくるし、あとやっぱそれメンテナンスできないと意味がないんで、やっぱり攻めると薄くするじゃないですか、薄くて硬いとちゃんと切れてくれるんですけど、
これ今度戻ってしまった時にちゃんと全部削ってあげないと切れ味に戻らないじゃないですか、それができないといい刃物とは言われへんから硬いだけじゃいい刃物にはならないんだよっていうのはよく職人さんメーカーさんがされるお話です。そうですよね。この順番に上から順番にやっていくってことですよね。元の形をまず作って、そうですね。いやこの形が綺麗にっていうのは生しの後かな。生すっていうのはなんていうんですか、どういう作業というか。一回、炭造入れて、まあ、さっき言ったこれとこれをくっつけて、これを叩いてこれにするんですけど、この段階って、かなり熱が入っている状態です。熱い。この状態を、徐々に温度を下げていってあげると組織が固まりやすいんですね。冷ます。それを、はい、生す作業。で、焼き入れっていうのは、焼きっていうのは何ですか。そうですね。焼き入れっていうのはその後また形をきれいに整えて、これかな。この状態にまで持っていって、焼きが入るとちゃんとこう鋼材としての人生が始まるというか、高度をガッと上げるんですけど、まあ、一回温めてそれをこうチュッと冷やす。だからもうこの包丁ってもう何回も温めて何回も叩いて何回も冷ますんですけど、その焼き入れて冷ますことが熱い冷たいを繰り返すことでそれが組織としてその強力になったやっていりくんですよ。でそこで調整したりするっていうことですよね。なんで焼き入れって言ってるんですけど、焼きが入るのはまあ冷ましてる。急激に冷やすみたいな。さっき言ったコードで言うと68とかまでやったやつってもうなんですかね、硬すぎる、だからガラスみたいな状態になっちゃうんですよ。なんで焼き戻しをしてちょっと温めてあげてちょっと柔らかくすることでまあ曲げりも強くなる。結構だからものすごい手間とすごいですね。研究が重ねられたのがこの包丁。焼き入れ焼き戻しっていうのは、例えば上を洗った時生しっていうのは、まあ、和包丁の工程で多いんですけど、焼き入れ焼き戻しって洋包丁でも多いのでちょっと赤入れさせてもらってて、全ての包丁に置いて入れるんですよ、この下のやつは。だからそこを、どこの温度で設定してどういう製法を取ってるのかっていうのが包丁の鋼材かもしかしたらそれ以上ぐらいに大事なことだったりします。むずいね。温度で変わるっていう。温度で変わります。やっぱり温度を高く上げて冷ます、そこの差を大きくすると硬くなるんですよ。ああ、なるほど。ここに持ってくる落差が硬さに関わってくる。硬さに関わってくるんです。ただそれもこの職人のこの感覚だったり、このすごい積み重ねたものを言葉にできないものとかがあるっていうところですよね。わかります。だからもっと極端な話したら、冬の方が硬いとか言うんですよ。ああ、外気も気温も影響してくるみたいですね。まあ、実際にどんぐらいとかっていう話にはならないですけど、まあ、冬は割りやすいもんって言い張るんで、割りやすいってことはやっぱ高度が入りすぎてるってことなんで、多少やっぱ包丁の品質でも影響が出てくるかな。コココロチャンネルで、入りやすさですね。これうちの包丁の、刃先をですね、顕微鏡じゃないな、レーザー超すごい顕微鏡っていうことですね。超すごい顕微鏡で、こう包丁を上に置いた状態でこう見てるっていう感じですね。ここの先のところを見たやつなんですけど、上のやつがだからまあ立体的にレーザーを当てて見たもので、下のやつがその両線ですよね。上のこの線を、まあ拡大したもの、線にしたもの。まあ、なので線にしたら割と長そうですけど、本当このもう数ミリ、0.25ミリを拡大したものです。で、左と右が、どっちかが新品でどっちかがうちの刃付けの工程をやったものなんですけど、こっちが新品です。まあ綺麗ですよね、両線が。こっちが刃付けした後なんですよ。右が刃付けの後。そうです。後でちょっと試していただいたらと思うんですけど、こっちの方がなんか切れるような気がする。気しますよね。はい。平らな感じしますもんね。左の方が平らっていうか。そうです。平らやからなんか綺麗な刃ついてるのかなって思いきや、このミクロレベルのノコがギザギザがやっぱり大事なんですね。切れ味に。だからまあこれも
なんか別に粉末ハイスを貶めたいわけではないんですけど、粉末ハイスはなんかここがまっすぐになってるんちゃうかみたいなことを言う職人さんがいますね。組織が細かいので、なるほど。ギザがつけにくいじゃないかなっていう人もいますね。はで、まあそこはだから VG10 とか割となんかギザギザで入ってるような気がするなみたいなことはよく。まあいや、ここまで見なきゃ分かんないよね。じゃあ感覚の話になるよね。右を左にする作業をしたくなる気持ち気がするよね。気持ち的に最初なんか間違ってんちゃうかなと思って見たらやっぱそうだし、で結局でも結構言いますよね。先がちっちゃいのこばになってない切れ味でっていうのは、まあどの職人さんも言うことなんで。そこまでは知ってたんだけど、こう実際にこの分かんなかったからこれも超貴重なあれだなと思います。そうですね。右のこの赤い印は何を？だから山の頂上と膝の大きさ違います。そこ何ミリって書いてあるんですね。そうです。そうだから山のてっぺんから高低差骨まで高低差。はい。がこれは 0.002 ミリなので20ミクロンなんですね。だからまあミクロンレベルで刃をつけるというふうに先ほど。なるほど。刃をつけるとはこういうことなのかもしれないですね。ちなみにこちらが左側がもう切れ味が病んでしまってうちに修理のできた包丁。これは分かりますね。もう平らになってますもんね。そうです。潰れてるね。からまあこの状態になったら切れないので、大事なのはこの右側の状態をずっと保ってるかどうかっていうのがまあ入りやすい入りにくいところですね。それが包丁を研ぐっていうことなんですね。そうです。これをこれにすることっていうことですね。そうです。それは包丁を研ぐという作業ですし、それがいかに長い時間保てるかがいい包丁かどうかのまあ差ですね。で進みやすさ、さっきちょっと違うって言ったんですけど、それはこれなんですが、直刃、まっすぐな刃っていうのはすごい入り込みやすいんですね。入っていきやすいけど、ただそこから進まないんですよ。薄い包丁で切れ味良かったりはすると途中まで入ってくれるけど、そこからこう食材の圧力で止まっちゃうんですよね。かぼちゃね、グってなるよね。真ん中のやつがハマグリ刃と呼ぶんです。ハマグリって貝のハマグリで、入りにくいんですけど、こう一回入ったらこの先の丸っこくなってるところが食材を押してくれるんで入っていきやすいんですよ。逆に食材側から考えると開かれていくみたいな。そうです。はい、そうです。開かれていくので、まあそれが綺麗良さにつながっていく。なるほど。で、だから薄い方が入っていきやすいけど丸い方が離れやすいんで、そのバランスが一番いいやつがやっぱりいい包丁と。切り開いていく感じね。そうです。分かんなかった。今までなんか言語化できなかったこの感覚を。で、いうことか。最後のやつが片刃、これはだから堺の和包丁、これとかはそうなんですけど、さっき和包丁はこう割ったものですね。でこっち側に鋼があってこっち側軟鉄になってるのをまあ後で見てもらったら分かるんですけど、よく見るとこっちまっすぐじゃなくて微妙に裏すきっていうへこんでるんですけど、まあここがまあ動画でもやられてましたけど、うまくその魚の方にも滑って切り身にしやすい、3枚おろしやすいという構造になってます。そっか、単純に片刃は角度が両刃の半分だから切れるっていうわけじゃないんですね。そうです。まあもちろんそれもあります。なんていうんですかね、構造的に両刃よりは必ず角度がつくんで入りやすいのはあるんですけど、まあ普通にこうやって入れると、まあこっちに角度ついてるんでこうやって滑っていくんですよね。それをうまくコントロールしてあげないといけないとかはあるんですけど、まあああいう構造っていうのを生み出して魚をさばきやすくしたっていうのが昔堺でされた技術がいまだに残っているということです。やっぱり片刃の方がすげえ切れるんだよなっていうのはこういうことなんですね。そうですね。ただやっぱ扱いはちょっとね難しかったりはするので、まあ良し悪しなんですけど、そういうことです。コココロチャンネル。最後まとめです。ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけど、まずは料理好きなあなたの長い相棒である鏡、これが包丁です。だから包丁っていうのは切れ味とバランスとメンテナンスでこの3つが非常に大事なので、ぜひそれを加味して選んでください。それから、まあ、それを保つのが大事なんですけど、そうなった時に愛着が持てるかどうかでメンテナンスするかしないかに関わってくるので、まあ
一目惚れしたらもうそれをしっかり愛してあげてくださいというお話をしました。それから鋼かステンレスかっていうのは錆びにくさと研ぎやすさ、これからコスパのところで、選んでいただくのがいいのかな。あとは、素材のところですね。素材だけじゃなくて素材と工程の掛け合わせで実力が変わってきます。ちょっと長くなりましたけど、あとはもう実際使っていただいて今日感じていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。状態からポップコーンにするまでに荒砥で肉を抜かないといけないんですけど、うちら数が多いんで肉が抜けないんですね、その荒砥で時間かけて。なので、回転っぽいし、はい、こういう状態で終わらせたものです。で、荒砥の前の工程だけしてきました。ああ、なるほどなるほど。もし時間があるんだったら、これをこっちまで今しようかな。なるほどなるほなるほど。はい。これはその前の工程。時間かかるんですよね。時間が分かるかな。こっちだけ逆になんか石器みたいなやつ。じゃあ皆さんで。ど。そうですね。もうガンガン。はい、こちらにですね、顕微鏡をご用意しましたので、すごい。刃先をですね、顕微鏡で見たい方はこちらで。めちゃめちゃなれるんじゃないですか。すごい。銀座と白打ちで比べたいな。わかんないから見た方がいいなって思って買ったんですよ。綺麗だね。ね、こういうね、こういうね。顔立ちがめっちゃいいですね。顔立ちがいい。こう感じ方も全然違います。やっぱ違いますね。あれですね。いいのが若干重く感じるかもしれないです。これがこのミクロの刃になっている状態ということですね。なるほど、じゃあ、これ食べたい。これめっちゃわかりますよ。これとこれのさ。何が違うんですか？それこそ本当滑る感覚っていうんですかね。ぬるっといくんですよ。こっちの線ですけど。ぬるっと感がまだちょっとわからない。ぬるっと感。やっぱ銀の方が鋼に近いですね。スーっていくんじゃなくて、こういう感じなんですよ。こういう感じですか。わかんないけどすごい。わかんないけどすごいですよ。でもなんか力入れずに切ってるみたいな。違います。そっか、じゃあ両刃のやつだね。見て。野菜切りたいですね。ああ、そうか、そうだよね。お野菜。切っていいよ。これ確かに全然違いますね。ぬるっとっていうのがわかります。わかります？わかりますね。 V 筋すごくないですか？ぬるっと感。すごい。滑る感覚。あ切れる。すごっ。ぜひそれを最近職人さんがやっと青いチーム関節するの難しいんですけど、コードも出したし、しっかり研ぎ上げれたっていうのが最近なんで。ひらめき。ひらめき。この目かっこいいっすね。しかも鏡面仕上げ。白髪が好きです。そう。いや、気持ちいいの。なんか切っててすごい。でも一番サビじゃあそしたらもうあえてこの荒砥とかこの旋盤の時は帰りが出る直前までやっていくっていうことですね。それぞれそれを減らしてってで最後の仕上げとでこのミクロの帰りを出すみたいな。そうです。はミクロの方の時はコココロチャンネル。はい。ということですごい実のある回になりましたね。全然時間足りねえなっていうだからまたやりましょう。明日何時からですか？いや本当になんか7日間の集中ワークショップみたいな感じでやりたいぐらいの合宿に行きたいです。これ合宿にしましょう今度コココロワークショップ、はい、予想以上の、はい、結果として終わることができました。いやこれからやっぱり包丁に対する感覚だったり料理に対する感覚とかがこれからより変わってより良いものをまた皆さんにもお伝えしていきたいですね。はい、はいはい、ということで、今日は一文字千雪さんありがとうございました。ありがとうございました。
そして一文字中期さんをですね実は紹介してくれたのが、うちのコココロまな板を作っている、まな板メーカーの、パーカー朝日の山本さんのご紹介でございました。ありがとうございました。いい刃物もやっぱりいいまな板あってのものですよね、本当に。いや、それ本当にそうです。本当にそうです。この絵の通りなんですけど、左になりやすいのを食い止めるのは切り方であったりまな板なので、非常に大事です。バッチグー、バッチグーで。ということで、コココロまな板もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。コココロチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で